はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは QCY メロバッツ N65 ワイヤレスモデルです。コスパに優れた QCY さんから7000円台で登場の N65。メロバッツシリーズはこれまでいくつかのモデルがありますが、N65 はどんなポジションになるんでしょうか？メロバッツシリーズをざっくり表にしてみたんだけど、N60 と N70 の間を埋める感じになるようだね。でも、ノイキャンの深度が一番深く、効果の帯域幅も大きかったり、QCY オーディオという新しいアプリに対応したり、ハンズフリーヘッドコントロールに対応したりと、後発モデルとしてのメリットがある反面、ドライバーが 12mm の DD1 機となっている点は、ちょっと残念な部分かも。なるほど。ノイキャン性能重視なら N65、メムズドライバー搭載なら N70、2TD 構成が欲しければ N60 になるんでしょうね。N60 はノイキャンの性能にちょっと差があるけど、マイナス 46dB でもかなりすごいと思うよ。N65 は発売当初、クーポン利用で6000円台になる。他のモデルも、この表は公式サイトの価格なので、Amazon だともっとお手頃価格になってるよ。では、N65 の特徴について、実体験を交えながら見てみましょう。まず、MAX-60dB のノイキャンなんですけど、結構効いてますよね。効果の帯域幅も広く、いろんなシチュエーションでの効果の調整もできる。これは以前からできたけどね。外ではだいたい効果をマックスにしちゃうんだけど、オンとオフを比べるとかなりの違いがあったよ。風切り音の低減効果も感じましたよね。ただ、これをオンにすると、ノイキャンの効き目は落ちるけど、通常のノイキャンを弱めにするのとは、アルゴリズムの違いをはっきり感じた。外音取り込みも効果を調整できるけど、これも感触は良かったよね。効果を大きくすると、装着してない時よりよく聞こえちゃうぐらい。ボーカル強化をオンにすると、人の声にフォーカスされるのも面白いね。AI シーンノイズキャンセリングは今までなかったように思いますが、AI 適応型ノイキャンとして存在してたけど、呼び方がちょっと変わったみたいだね。まあ、入手後に色々試してみてほしいな。空間オーディオに関しては、実際聞いてもらった方が早いんで、ちょっと聞いてみて。まず、オフの状態。次は固定。そして首を振ると低音変化が起きるヘッドトラッキング。なるほど。ショートリバーブがかかったみたいな感じになるんだね。音楽に使いたいかどうかは好みによるね。これ使うと LDAC 外れちゃうし。そうね。音楽以外の用途の方が合うかもね。ところでジャックさん、ダイナミック EQ はどんな効果なんですか？ダイナミック EQ っていう種類の EQ があって、ある帯域のレベルが瞬間的に一定以上になると、抑え込んでくれたりする効果がある。DTM のプラグインでは帯域を指定するんだけど、これはセンサーで検知していい感じにまとめてくれるんだね。聞いてみた感じはコンプレッサーとかリミッターの効果にも似てた。詳しくは上の文字情報も参考にしてほしい。ハイレゾ&エルダック、これは説明するまでもなく当然対応してる。マルチポイント接続が最大3台になってるね。今までは2台のものしか使ってこなかったけど、スマホ、タブレット、PC で繋がっちゃうのはジャックさんにはありがたいでしょ？そうなんだよ。LDAC 接続にはならないけど、N65 を利便性重視で使うなら、MAX3 台は嬉しいわ。ハンズフリーヘッドコントロール。これは通話を頻繁にしない方には必要ない機能ですかね？それって私のこと言ってるよね。そう、首振りで着信に対応できるって。私はまず使わないけど、いろんな使い方に対応できるってことで、一応ご紹介まで。それより、アプリが QCY アプリから QCY オーディオになったんだって。何が違うんだろう？従来の QCY アプリは、イヤホンだけでなく、スマートウォッチの健康データも一緒に管理する複合型アプリだった。でも QCY オーディオはオーディオ製品の管理に 100% 特化してるんだって。だからアプリ自体の動作が軽く、メニューがシンプルになった。確かに見た目は刷新されて使いやすくなったように感じます。プリセット EQ の数も増えてますね。現時点で N65 は従来の QCY アプリでもコントロールできるけど、徐々に動作の軽い QCY オーディオが主流になっていくようだね。では N65 の波形をノイキャンオフから見ていきましょう。その前に N65 のイヤーチップは楕円タイプで、これだと測定ができなかったんで、今回はローズセルサのサウンドコクーンを使ってるよ。これって深淵タイプだけど大丈夫なの？アプリ内にある装着状態テストをやってみて OK が出たんで大丈夫だと思う。音がスカスカになってもいないし、遮音性も問題なかった。そっか、了解。なんか優先モデルの波形と言ってもいいんじゃない？そうね。ちょっと低域を抑え気味かな。ノイキャン音を重ねてみてみようか。低域が盛られたね。あと 600Hz から 1kg ぐらいのところも盛られてる。ここはノイキャンオンにすると 500Hz から 1kg の間で盛られる傾向にあるみたいだから、その影響なんだろうね。
オンとオフでのレベル差はなかったよ。オフの方がやや広域寄りの質感になるけど、この先はノイキャンオンを基準に進めるよ。じゃあ次は QCY アプリの時より増えたプリセット EQ の違いを見てみようよ。そうだね。はいこれ。と言っても、これじゃあよくわからないから、大きく2種類に分けてみた。まず、デフォルトのブルーより低域がカットされてるプリセット。4種類あって、それぞれのプリセット名をここに表示した。レベル差もそのまま表示してるよ。プリセット名ソフト以外は、広域が基準波形より盛られてるね。純粋なボーカルは低域の感じがちょっと違ってるね。はい、次は低域が盛られたパターンだよ。柔らかい没入ってなんだろうね。とりあえず、かなりのドンシャリになってるわ。オリジナルサウンドの向上っていうのも結構ドンシャリよね。あとの3種類は低域が盛られ、広域が段階的に基本の波形より盛られる感じ。ジャンル名がついてるけど、あんまり意識しなくてもいいんじゃないですかね。そうだね。視聴の第一印象では基本の波形でほぼ満足できたよ。なので、プリセット EQ は一通り試してみて、基本波形より気に入ったものがあれば、使ってみればいいと思う。個人的には、ノイキャンオンの時のここが気になったんで、カスタム EQ を使って調整しようと思ったんだけど、これって一から音を作るためのもので、それまでの特性がリセットされちゃって、微調整するものじゃなかったんで断念。で、普段音楽再生に使ってる UAPP のパラメトリック EQ を使って調整してみた。なるほど、だいぶ滑らかになりましたね。ちょっと視聴してみた感じでは低域が太くなっていました。その分、もう少し広域の抜け感が欲しいかな。そっか。じゃあ、10キロあたりの谷が深いんで、ここを上げてみよう。ああ、これははっきり差が出ましたね。シンバル系の繊細さなどが鮮明になりました。ここを上げた分、相対的に5キロ以下が多少落ちて、さらにいい感じのバランスになったね。デフォルトの EQ でも十分いい感じだったけど、一手間加えると、さらに良くなるってことが分かったよ。ジャックさんはやっぱりプリセット EQ、デフォルトをそのまま使うか、UAPP で微調整した質感が良かったんですよね。そうだね。とにかくパッと聞いた感じの印象が良かったんで、音質に関してもノイキャンに関しても不満らしい不満はなかったな。広がりもあって空間に余裕があった。波形を見てもらえばわかるように、無理して出してるとことか抑え込んでるところが特にない。さっきは 200Hz あたりが少し欲しくて持ってみたけど、補正しなくても低域はしっかり出ていて、もわついたところもない。200Hz 付近を少し抑えてますから、重たいけどすっきりした低域でしたね。ノイキャンオンの時、この辺りがちょっと持ち上がるのは気になるけど、波形を見ずに最初に聞いた時、特に違和感はなかった。その上の3から8キロあたりはしっかり出ていて、明瞭でボーカルも綺麗だったね。それに装着してて閉塞感もなくて、むしろ開放感があるぐらいだった。そこ大きなプラスポイントだよね。10キロあたりはちょっと深い谷になっていて、ここはさっき補正した通りで、気になる方は補正することで広域の繊細さを増すことができる。はい、これが実質6000円台で手に入るんですから、ワイヤレスモデルのレベルがすごく上がってますよね。今回はサウンドチェックで音収録はしなかったけど、音を聞いてもらうまでもなくおすすめできるってこと？その通りだよ。N60 や N70 をすでに持っている方には特に買い替えは必要ないと思うけど、これからワイヤレスモデルが欲しいなーって思っている方にはちょうどいいんじゃないかな。そうですね。音質も気に入ったし、買っちゃおうかな。はい、ということで QCY メロバッツ N65 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。